現実世界のロボットや産業機械を制御する人工知能の分野であるフィジカル、AI には階層の問題があります。上位では、オープン AI と Google がマルチモーダル基盤モデルを拡張しています。その中間で、NVIDIA は物理 AI 開発のためのプラットフォームとツールを構築しています。そして、第3の陣営があります。日立やドイツのシーメンスのような産業メーカーは、物理世界を理解しなければ、物理世界を移動できるように機械を訓練することはできないという、静かではあるがおそらくより根拠のある議論を行っています。日立が日経アジアとの最近のインタビューで明らかにしたように、その議論は現在、役員室での戦略から工場現場での展開に移行しつつある。物理 AI に優れたモデルが必要な理由。日立製作所の人工知能テクノロジーイノベーションセンターの副所長である柳井康介氏は、実行可能な物理的な AI と理論的な AI の違いについて率直に語ります。物理学や産業機器の基礎知識から始まる体系的な理解がなければ、物理学 AI を社会に実装することはできません、と同氏は日経新聞に語った。日立の売り文句は、鉄道、電力インフラ、産業用制御システムの構築で数十年にわたって蓄積された基礎知識の多くをすでに保有しているというものだ。同社は、気体や液体の挙動をモデル化する熱流体シミュレーション技術と、機器の状態を監視するための信号処理ツールを備えており、これを柳井氏は日立の製品設計と制御ロジック構築に関する広範な知識を支えるエンジニアリング基盤と表現している。ダイキンと JR 東日本。日立の包括的な物理 AI アーキテクチャである統合ワールドインフラストラクチャモデル、DUIM は、複数の特殊なモデルとデータセットを統合する専門家混合システムと説明されていますが、まだコンセプト検証段階にありますが、2つの実際の展開は、基礎となるアプローチがすでに成果を上げていることを示しています。日立はダイキン工業と共同で、業務用エアコンの製造設備の故障を診断する AI システムを導入した。機器の保守記録、手順書、設計図で訓練されたこのシステムは、異常が検出された時にどのコンポーネントが故障している可能性があるかを特定できるようになりました。これまでは経験豊富なエンジニアの頭の中にのみ存在していた一種の操作上の直感です。日立は東日本旅客鉄道、JR 東日本と共同で制御装置の不具合の根本原因を特定する AI を構築した。Google クラウドのプロダクト VP としてマイケル・ゲルステンハベルは主にエンタープライズ AI を展開するための同社の統合プラットフォームであるバーテクスに取り組んでいます。これにより、企業が実際に AI モデルをどのように使用しているのか、またエージェント型 AI の可能性を最大限に引き出すためには何が必要なのかについて概要を把握できるようになりました。マイケルと話したとき、これまで聞いたことのないアイデアに特に衝撃を受けました。同氏の言葉を借りれば、AI モデルは生のインテリジェンス、応答時間、そして正の機能よりもコストに関係のない3番目の品質、つまり、モデルを大規模で予測不可能な規模で実行するのに十分なコストで導入できるか、どうかという3つのフロンティアに同時に挑戦しています。これはモデルの機能についての新しい考え方であり、フロンティアモデルを新しい方向に進めようとしている人にとっては特に価値があります。このインタビューは長さと明瞭さのために編集されています。まず、AI におけるこれまでの経験と、Google での業務について説明してみてはいかがでしょうか？私は AI に携わって約2年になります。私はアンスロピックに1年半在籍し、Google に入社して約半年になります。私は Google の開発者プラットフォームであるバーテクスを運営しています。私たちの顧客のほとんどは、独自のアプリケーションを構築しているエンジニアです。彼らはエージェントパターンへのアクセスを望んでいます。彼らはエージェントプラットフォームへのアクセスを望んでいます。彼らは世界で最も賢いモデルの推論へのアクセスを望んでいます。私はそれを提供しますが、アプリケーション自体は提供しません。これは、ショッピファイ、トムソン、ロイター、および当社の様々な顧客が独自のドメインで提供できるものです。Google に惹かれた理由は何ですか？ Google は、インターフェースからインフラストラクチャ層まで全てを備えているという点で、世界でユニークだと思います。データセンターを構築できます。
私たちは電気を買うことができ、発電所を建設することができます。私たちは独自のチップを持っています。私たちは独自のモデルを持っています。私たちが制御する推論層があります。私たちが制御するエージェント層があります。メモリー用、インターリーブコード記述用の API があります。その上に、コンプライアンスとガバナンスを保証するエージェントエンジンがあります。さらに、ジェミニエンタープライズとのチャットインターフェースや消費者向けのジェミニチャットもありますよね。私がここに来た理由の一つは、Google が独自の垂直統合型であり、それが当社の強みであると考えたからです。テククランチファウンダーサミットで最大$300または 30% 割引。テククランチファウンダーサミット2026には1000人以上の創業者と投資家が集まり、成長、実行、現実世界のスケーリングに焦点を当てて1日かけて開催されます。業界を形作ってきた創業者や投資家から学びましょう。同じようにナビゲートしている仲間とつながる。オープン AI は2026年にエンタープライズビジネスの成長を目指す AI 企業として大手コンサルティング大手4社との提携を強化しています。オープン AI は月曜日、フロンティア、アライアンスを発表した。これは AI ラボが企業に自社テクノロジーを有意義に採用してもらうために様々なアプローチを試みる用意があることを示すものだ。この提携にはオープン AI とエンタープライズ製品を販売するための大手コンサルティング会社4社、ボストン、コンサルティング、グループ、BCG、マッキンゼー、アクセンチュア、キャップジェミニとの間の複数年にわたるパートナーシップが含まれている。オープン AI のフォワードデプロイドエンジニアリングチームは、コンサルティング大手と協力して、オープン AI フロンティアなどのオープン AI のエンタープライズ向けテクノロジーを顧客のテクノロジースタックに実装できるよう支援します。同社は2月上旬にオープン AI フロンティアを立ち上げた。コード不要のオープンソフトウェアを使用すると、ユーザーはオープン AI の AI モデルとそれ以外の AI モデルに基づいて構築された AI エージェントを構築、展開、管理できます。オープン AI は最新の発表で、企業を参加させるにはコンサルタントが正しい手段であると主張している。AI だけが変革を推進するわけではありません。持続的な成果をもたらすためには、AI を戦略と結びつけ、再設計したプロセスに組み込んで、調整されたインセンティブと文化とともに大規模に導入する必要があります。と BCG-CEO のクリストフ・シュバイツァー氏は、オープン AI のブログ投稿で述べた。私たちのパートナーシップの拡大により、オープン AI のフロンティアプラットフォームと BCG の業界、機能、技術に関する深い専門知識、BCGX の構築及び拡張機能が組み合わされ、初日から安全策を講じて目に見える効果を推進することができます。これまでのところ、企業は AI の追求から有意義な投資収益率を見つけるのに苦労しているため、AI の企業導入は比較的遅れています。テククランチファウンダーサミットで最大$300または 30% 割引。テククランチファウンダーサミット2026には1000人以上の創業者と投資家が集まり、成長、実行、現実世界のスケーリングに焦点を当てて1日かけて開催されます。業界を形作ってきた創業者や投資家から学びましょう。同じような成長段階を歩んでいる仲間とつながりましょう。すぐに適用できる戦術を身につけてください。オファーは3月13日に終了します。テククランチファウンダーサミットで最大$300または 30% 割引。テククランチファウンダーサミット2026には1000人以上の創業者と投資家が集まり、成長、実行、現実世界のスケーリングに焦点を当てて1日かけて開催されます。業界を形作ってきた創業者や投資家から学びましょう。同じような成長段階を歩んでいる仲間とつながりましょう。すぐに適用できる戦術を身につけてください。オファーは3月13日に終了します。オープン AI の提携戦略は理にかなっており、既存のワークフローに AI を導入することを企業に売り込むだけではありません。インドへのさらなる AI 投資誘致を目指して、インドは今週4日間の AI インパクトサミットを主催しており、オープン AI、アンスロピック、NVIDIA、マイクロソフト、Google、クラウドフレアなどの大手 AI 研究所やビッグテックの幹部や国家元首が出席する。
25万人の来場者が見込まれるこのイベントには、アルファベット CEO のサンダー・ピチャイ氏、オープン AI CEO のサム・アルグマン氏、アンスロピック CEO のダリオ・アモデイ氏、リライアンス会長のミュークッシ・アンバニ氏、Google ディープマインド CEO のデミス・ヘサービス氏が出席する予定だ。